不動産屋さんの怪談です。職場や学校などで実際周りに自分はどう思われているのか知りたいですよね。私の霊感の強い友人の瀬川さんは20代の頃外資系の銀行に勤めていました。ある日瀬川さんは風邪で体調が優れなかったので会社をお休みしたそうです。というのもちょうどその頃会社の瀬川さんの部署ではいろいろ問題が発生し、それに対処するため仕事が増えていたそうです。それで疲労がたまったところに風邪をひき体調を崩してしまったそうです。ところが瀬川さんは横になって休んでいても仕事のことが気になって仕方がありませんでした。問題を解決するにはやり残したことがたくさんあり、そのことが頭から離れなかったそうです。体が休んでいても頭が忙しいという感じですね。ですから休んでいる心地がしませんでした。翌日瀬川さんは会社に出勤できたそうです。朝からたくさんのやり残した仕事をこなしていき、休憩時間になりました。その会社には休憩室があり、短い休憩ではそこでコーヒーブレイクをしていたそうです。瀬川さんがその休憩室で同じ部署の数人の同僚たちとコーヒーを飲んでいました。その時一人の同僚が「瀬川さん、あなた昨日はお休みしてたわよね」と何気なく話してきたそうです。するとその場にいた女性の秘書さんがその同僚に対し「あら、瀬川さんは昨日休んでなんかいないわよ。私見たもの」というのでした。そこで瀬川さん本人が「いえいえ、昨日は私休みました」と秘書さんに言ったそうです。それを聞いて秘書さんの顔つきが少し真剣な感じになりました。そして「そんなわけない。昨日は瀬川さん、あなた文具室に立って棚の中の探し物をしてたじゃない」と言ったそうです。瀬川さんは秘書さんが何か勘違いしているんだろうとは思ったのですが、秘書さんはかなり有能で、そういう勘違いも日頃から全くない人で、冗談も言う人ではなかったので不思議でした。そしてその後も秘書さんは見間違いでも勘違いでもなく瀬川さんだったと言い張るのでした。まるで狐につままれたかのように自分の見たものに驚いている様子だったそうです。するともう一人の男性の同僚が思わず瀬川さんの霊が会社を心配して出勤してきたんだよと冗談を言ったそうです。今で言うところの生き量かドッペルゲンガーのことですね。結局秘書さんもその場の空気を察したのか、それ以上その話はしませんでした。ただ当時はドッペルゲンガーなどという現象も知られていなかったので、秘書さんはかなり不可解に思っている様子でした。そんなある日のことです。会社の最寄り駅の地下鉄がストライキで一日中電車が走らないことになったそうです。今ではまずないですが、当時は国鉄や地下鉄もよく労働組合のストライキで電車が止まることがあり、そんな時は外資系の銀行は交通手段のない従業員のためにホテルを取って営業を続けたそうです。瀬川さんの勤めていた外資系の銀行はあまり質の良いホテルではなく、安い連れ込み旅館に毛が生えたようなビジネスホテルを手配してくれたそうです。若い瀬川さんは、うちの銀行はお金ないから仕方ないけど、こんなボロいところに泊まらないとならないなんて嫌だなぁと思ったそうです。瀬川さんは先輩の同僚の A さんと2人で同室の部屋に泊まることになりました。部屋の中はよくある狭いビジネスホテルの仕様で、壁のあちこちにシミがあり、タバコの匂いが残る古い湿ったベッドが2つギリギリに並んでいたそうです。夕食もシャワーも終えて、あとは寝るだけだったのですが、瀬川さんは初めてのことでなかなか眠れなかったそうです。先輩の A さんはというと、ストのたびに安ホテルに泊まるのは慣れているようで、さっさと寝てしまったそうです。先に寝られてしまうと余計焦って寝られなくなるものです。瀬川さんは仕方なく横になるだけで起きていました。どれくらい時間が経ったのか、
しばらくすると隣の部屋が急に騒がしくなってきたそうです。ただ話し声が聞こえるというランクではなく、それはどんちゃん騒ぎだったそうです。複数の人がわーわーガヤガヤ騒いでいるのです。ですから瀬川さんはストライキのデモにかこつけて、どこかの会社の人が飲んで騒いでいるんだろうと最初は思ったそうです。しばらくして瀬川さんは妙なことに気がつきました。確かに飲んで騒いでいるような感じなのですが、その騒ぎ方が変なのです。まずバスルームの水をずっと思いっきり出しっぱなしにしている音がするのです。そしてその水のシャーという音に混じって、仏教のお坊さんが持つ錫杖を鳴らすシャリーンシャリーンという音がするのです。若かった瀬川さんはいくら飲んでるって言ってもまたえらく古臭い騒ぎ方をしてるなと思ったそうです。そしてまたもう一つ不思議なことに気がつきました。普通は隣の部屋で騒いでいると言っても一言ぐらいは言葉が聞き取れるものです。ところがただざわざわした音だけで何もわからないのです。こんなベニヤ板のような薄い壁一枚なのに、男か女か何を話しているのか全くわからないのです。するとだんだんその騒ぎも錫杖の音も大きくなって佳境に入った感じがしました。それはまるで魑魅魍魎や妖怪が練り歩く百鬼夜行のようなものが頭に浮かんだと瀬川さんは言っていました。気味が悪かったのですが、ただそれらが壁を抜けてこちら側までやってくる様子はなかったそうです。瀬川さんのただの想像なのか、本当にこの世のものではないもののけたちの仕業なのか、それは分かりません。先輩の A さんはこの騒音の中でも寝ているようでしたが、瀬川さんはついに明け方、騒ぎが収まった後のほんの2時間ぐらいしか寝られなかったそうです。朝になり、宿泊した数人はみんなで近くの喫茶店で朝食をとっていました。瀬川さんは後から合流し、同室だった A さんに、昨日は隣の部屋うるさかったわね。どんちゃん騒ぎしてたみたいね。と話すと、A さんはきょとんとして、そうなの？全然聞こえなかった。というのです。それを聞いていたみんなの手が一瞬止まったように感じたそうです。その場の誰一人、昨日のあの騒ぎを聞いていなかったのでした。今度は瀬川さんが狐につままれたような気分でした。するとその話を聞いていた例の秘書さんが、それはね瀬川さん、あなただけに聞こえていた騒ぎだったのよ、と真面目な顔をして言ったそうです。どうやらその秘書さんは、以前の瀬川さんが休みの日に瀬川さんを目撃した不思議な体験は、それは瀬川さんに普通の人にはない特殊な能力があるからだと思っているようでした。確かに霊感の強い人にドッペルゲンガーを引き起こすことが多いように感じます。そして他の同僚も瀬川さんに対して同じように思っていたのではないでしょうか。これは私の想像ですが、すでに当時から周りの人は彼女の霊能力に気がついていたんだと思います。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いします。